こちらの方の畑はですね、5月の追肥、5月の8日に S604 ですね、硝酸入りの複合肥料、NPK のね、配合率でいうと16、10、14というですね、行動肥料の方を施肥いたしました。おかげでですね、結構、約2週間、動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。本日5月の21日水曜日となっております。今回はこちら、15アールの畑で作業を行います。作業的にですね、何をしに来たかと言いますと、窒素の方をですね、巻きに来ました。理由はですね、現在畑の状態がこんな感じになってるからです。はい、こちら15アールの畑をですね、現在こんな感じです。追肥して、2週間ぐらいですね、経過した状態がこんな感じです。さすが S604 ですね、速効性があって、効き目早いですね。ドーフィンの方はこんな感じです。今日剪定した箇所で言うと、3枚目ですね。出てきてる感じ。ものによってはこういう感じなんですよ。同じ、これ 1.5 枚さすが S604 ですね。速効性があって、効き目早いですね。はい、2週間でこんな状態になりましたが、それでもですね、やっぱりちょっと他の畑から比べると若干細いです。ほら、ちょっとね、大きいものは大きいんですけど、この入り口はちょっと、こうパッと見た目でも、向こうの方が色が濃くって、なんか緑が多いじゃないですか。ここ、なんか色若干薄くて、緑少ないじゃないですか。ここ結構しっかり芽かきしたので、だいたいもう1本の木あたり1本という状態にはしたんですが、ちょっとね、少し弱めかなと感じてます。この木すごい顕著に出てます。この一本のところだけが見ての通りすごい黄色になっちゃってるんですよ。ほら、あそこと比べれば分かるんですけど、明らかに黄色い。栄養が来てないのかな、この枝だけうまく。けど裏はねちゃんとあるんだけどね、これ何とも言えないんですけど、これなんかもね、ほら小さいじゃないですか。弱そうって感じですね。これ3センチぐらいしかないです。大きくても10センチあるかないか、しかも細い。全体的にではなくてですね、弱そうになっている木のところにですね、施肥していきます。バナネはしません。もうバナネは毎年ね、ものすごく大きくなるんで、ドフィンですね。こちらの方の畑はですね、5月の追肥、5月の8日に S604 ですね、硝酸入りの複合肥料、NPK のね、配合率でいうと16、10、14というですね、行動肥料の方を施肥いたしました。細いのと、色がね、若干薄くなっている木が一部ありますので、そういう木たちに対して、尿素をですね、巻いていきたいと思います。全体的ではなくて、少しですね、弱そうなところに対して、尿素の方をですね、追加で巻いていきたいと思っております。今回使う尿素はこちらになります。コミュニさんの方で購入してきた尿素、NPK の配合率 N イコール46ということで、窒素爆弾肥料です。ホームセンターで販売している尿素はですね、全部 N イコール46となりますね。で、似たようなですね、単品で硫胺というのもありますよね。違いの方ですね、簡単に言うと、尿素は中性、硫胺は酸性になります。イチジク栽培に適している土壌、酸性土壌をですね、嫌っておりますので、こちらのね、尿素を私は使おうと思ってます。施肥量の方なんですけども、1平米あたりですね、だいたい 10g 施肥。で、うちの畑のね、木1本あたりですと、どのぐらいの大きさになるのかなということで、事前に測ってみた結果はこんな感じです。幅は約1メートルになります。片側はですね、ここから、この木の中央までで、240。250ですね。ということは、この木からこの木までの間が5メートルになりますね。なので、1本の木あたり5平米ぐらいあると。ということで、5平米ですね。1本あたり。なんで、1本あたり 50g ぐらい巻けばね、いいわけなんですが、
窒素をですね、巻きすぎるとやはり障害が出ますので、この辺ですね、ちょっと注意する必要があるので、私は1本あたり 30g ぐらい巻きたいなというふうに思っています。様子を見ながらというような状態ですね。私のこの一つかみがだいたい 33g なので、軽く一つかみの方を咳した息の方に巻いていこうというふうに思ってます。障害の方はですね、葉の色とかね、茎は非常に濃くなるんですけど、柔らかくなってしまうという障害が出るそうです。ということで、今回は 30g 巻いていきたいと思います。で、ちなみに巻くときにですね、私は今回はそのまま巻いていきますけども、窒素の方はですね、非常に水に溶けやすいという性質を持っているので、水にね、希釈をして葉面散布することでもですね、よく吸収されるので非常に効果が出やすくなるというふうになっているそうです。鉢植えとかね、プランターでね、もし尿素を巻きたいなっていった場合、200から300倍に希釈をして、いわゆる噴霧器なんかでですね、利用していただいて巻いていただくと非常にいいのかなと思います。今日はスポット的に巻きますので、今回はこのバケツで巻いていきたいと思います。バケツで。そんなに巻かないので、多分このバケツに半分も使わないくらいだと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ巻いていきましょう。よいしょ。ちょっとだけ開けて、このぐらいでいいかな。しっかりね、口閉めておかないと尿素固まっちゃうんでね。よいしょ。相変わらず真っ白な粒ですね。どのぐらいでいいかな。ちょっとこぼれちゃったな。はい、もうものすごい真っ白なね、綺麗な肥料ですよね。じゃあ巻いていきます。尿素の方を巻き終えました。見ていただいた通りですね、先ほどバケツに入れた量の3分の2ぐらい使ったかなという感じですね。残りはですね、しっかり袋に戻して、封をしてですね、片付けておきました。この辺のですね、尿素、硫胺のですね、違いについてですね、もっともっと詳しくお話しされている動画があります。私もね、結構昔から見させていただいているんですけども、今っていうか、結構前にね、もうチャンネル名は変わったんですけども、科学的に楽しく自給自足チャンネルさんですね。愛称で言うとつるちゃんですね。あえてつるちゃんと呼ばせていただきますけども、つるちゃんの方のチャンネルの方で科学的なお話をされている動画があります。非常にですね、ためになりますし、面白いです。ぜひですね、皆さんも見てみてください。リンクの方をですね、説明欄に貼っておきます。さらにですね、前回、最新の動画になるんですけども、紹介されている、なぜですね、農作物が高くならないのか、話もされている動画もですね、非常にですね、興味深く聞かせていただきました。なるほどなと。以前ね、私、SE 職、コンピュータ関係のですね、職についてたんですけども、その時はですね、ただ物を売るんじゃなくて、付加価値をつけてですね、物の単価を上げる、儲けを出すっていうようなですね、仕事をしてたんですけども、まさにですね、その農業に対しても、付加価値がですね、重要になってくるなと。いわゆる一軸だけの物の単価を上げるっていうのは、非常に難しいんですけども、それに付随する付加価値、そういうのをですね、つけることによって、農作物のですね、単価を上げていくっていうようなですね、考えを話してました。非常に共感できました。私もあれですかね、YouTube で皆さんにね、このノウハウを提供している人が作っているね、イチジクですよっていう風にネット販売した方が変な話単価上げられるのかなってねちょっと思いました。どうなんですかね。とりあえずね今は農協と小屋でのね直売しかちょっとやってないんで、その辺もしかしたら将来的にそういう風なこともね考えてねいかないといけないのかなという風にね、こちらの方の動画のリンクも貼っておきますのでね、ぜひですね興味のある方はチェックしてみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。